まあ美味しそうに飲む、美味しく飲むっていうのはもう本当言ったって3つぐらいのもんなんだよ。まずやっぱ自分がどのぐらい酒飲めるか、はい、まず自分の酒量っていうか限界みたいなのを知っておくっていうか、でまずそれ以上飲まないようにする、無理しないっていうかね。であともう一つ、そうだな、自分の好きな酒、自分に合う酒っていうかな、やっぱりこれ苦手な酒だ、まあ克服するみたいな世界もあるけどさ、はい、まあ例えばビールがまだ苦いとか、別に無理して飲む必要ないから、それは自分の己を知るっていうか、自分の好きな酒を知るってことの一つかもしれないね、無理しないっていうか。まあ酒量もそうだし味もそう、全て無理しないで、あとはもう3つ目って言って、そんなのは偉そうなこと言うつもりはねえけど、感謝の気持ちを込めて体全身で味わうっていうか、まあ俺はやっぱ常にそうだよな。特にビール、最初の1杯目のビール、あと日曜日、お休みになってさ、今日何食べよう何飲もうってなったら、その1杯目はもう本当に乾杯を待てないね。でもやっぱそうやってなんていうのかね、もう全身で味わうっていうかな、だから無理する必要ないのよ全て、でこうなんか美味しそうに見えるっていうのは、美味しく飲めば美味しそうに見えるから、美味しいなと思えば美味しそうに見えるっていうか、だから自然なんだよな全てな、そんな無理にこうガーッと飲む必要もないし、ただ俺なんかやっぱ美味しそうに見られるっていうのはさ、まあ美味しいからそう見えてるだけじゃん。食べ物もそうじゃん。さあその熱いうちにと思えば美味しく見えたりとかさ、ツルツルっといったりバクバクっていったりみたいなさ、でグビグビって飲むみたいなさ、やっぱあれ美味しそうに見えるよな。心の底からな、全身で味わった時湧き出てくるその表情とか、姿勢とかじゃないけどさ、美味しそうに見えちゃうっていうかさ。マスターがお店で窓際の席でご飯を食べてると、お酒を飲んでると、結構そこのお店が混むなんていう話を、目が合うとな、外の人と、俺が例えば飲んでるじゃん、でチラッと見るじゃん、本当に何秒か目が合うんだけど、通り過ぎたと思ったら戻ってくるからね。本当にこれもう昔からそう、本当にこれ別に自慢でもなんでもないんだけど、本当にそういうパターン、まあたまたまその人がそこの店に入りたかっただけかもしれないけど、でもあと隣の席の人とかな、俺がビール飲んでると、俺も飲みたいみたいな、本当周りの人とかが俺がビール飲んでると、で俺がレモンサワー飲むとレモンサワー、もう彼と同じのいいですかとは言わないけど、間違いなく思ってんだろうな。まあそれ自意識過剰だよな。本当にそうやって美味しそうに見られるって嬉しいよな。もう嬉しいです。だから一緒に飲んでる連れが美味しそうだと美味しくなるだろう。美味しくなります。それと一緒だよ。だから一緒になんか美味しいねって言いながら食べたり飲んだりするっていうのはさ、だから結局それもほら無理があったら美味しそうに見えないし、食べ物もそうだし、嫌いなものは食べる必要ないし、嫌いな飲み物は飲む必要ないし、ただお付き合いとかいろいろあって大変かもしれないけど、いろんな場面があるからさ、社会に出たら、でもやっぱりいろいろちょっと食べれていろんなものを知っておくっていうのは、お酒食べ物っていうのは人の価値観をこう一緒に味わう意味でもさ、仲良くなれるきっかけになったりするからね。特にお酒の場って少しほら食べ物と違って酔うじゃん、でちょっと同じものを飲む、じゃあ俺も一緒に飲んでみようかな、こういうのしちゃったらおいしいねこれなんつったら向こうは喜ぶしさ、美味しいと思ってくれるんだとかな。だからそういう価値観とかでいろんな意味で、お酒とか食べ物っていうのはそういう共通項を生み出してくれて仲良くなるきっかけにもなるしな。だからまあこういう日は一杯ビールを終わった後だから、もうこれでさせて今日終わりです。そうかそうか、じゃあちょっと冷たいビールでも。いいですね。お前飲めんだっけ酒？飲めます。自分分かってんの、自分の適性を。あんまり強くはない。そっかそっか。じゃあこれでいい？足切りですね。ショットグラスみたいなだけでいい？大丈夫です。間違いないだろ？間違いないです。綺麗についてやるよ。ありがとうございます。
逆に僕なんかあんまりアルコールが強くないからこそ、その飲める量は美味しいものを飲みたいなって。ああそうだな、無理して飲む必要ねえからな。完璧な続き事だろ。完璧ですね。はい、ありがとうございます。じゃあ今日も一日ジーザスお疲れ様でした。お疲れ様でした。ジュースジュースジュース。はい、そうだな、麦ジュースにしか見えねえな。ジュースジーザスうまいねこれ。ジーザスうまいですね。ああ、日本のポテンシャルの高さを感じる一杯だね。いやーやっぱ美味しいね。確かに今マスター全身で感じてましたね。全身で感じだね、はなんか体に放り込みたいっていうかさ、でこれでもう今日は終わりっていう、なんかこう自分で節度を持つみたいな、それがやっぱ一番大事だね。酔うために飲むんじゃないから、美味しい酒を美味しい分だけ、無理しない酒なんか、そこが一番。俺も絶対そうだね。だから付き合い悪いよ。よそ行ったら俺もうこれ以上飲まないからって。大体ボトル2本ぐらい飲んだらもうウイスキーなんか飲まない。ボトル2本は飲むんだ。ちょっとそれちょっと自分の適性分かってないやつだよな。だいぶ付き合ってますね。そうだな。そんな飲めないよ俺。毎日飲まなくてもいいし、毎日ちょっとずつ飲んでもいいしな、自分のスタンスでやるっていうかな、肩幅に合わせてっていうかな、自分のな、それが一番じゃないか。そうやって酒に付き合うっていうのが一番楽しく長くな、できるだけ長くな酒飲みたいもんな。だから肝臓だって壊しちゃったら酒飲めないとかさ、そうなっちゃったりしたら、ちょっとこういう仕事をしてて、具合悪いなんてのもよくいかないからさ。嗜好品ですからね。嗜好品だね。嗜好品だけど、なんか本当なくてはならないっていうかさ、まあ中毒じゃないけどさ、この至福の時間を味わえるなら本当にお金には変えられないみたいなのがあるからな。仕事もこのために頑張れる。そうだね。俺はこの仕事に携わってるから特に思うね、やっぱりね。作り手であり飲み手でもあるからさ。でも本当ありがとう、日本の皆さん。お疲れ様です。会社が違うんだよな。そっか、でもなんか本当良かった今日は。じゃあ皆さんも、まあとにかく体に気をつけて皆さん、美味しいお酒を飲んでください。はい。じゃあ今日も、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。